教訓1、野菜をもっと買うべきだと思う。アンナ、食料品の買い物に行くときは、もっと野菜を買うべきだと思います。野菜は健康的な食事に欠かせないものです。具体的におすすめするものはありますか？いい考えだね。ほうれん草やケールなどの葉物野菜には栄養素が豊富に含まれています。用途が広く、サラダ、スムージー、または調理済み料理に使用できます。ほうれん草やケールなどの葉物野菜は、食事に加えるのに最適です。必ず買い物リストに追加しておきます。色とりどりの野菜もたくさん買わなきゃダメだ。ピーマン、人参、トマトはビタミンが豊富で、料理に鮮やかな風味を加えます。ピーマン、人参、トマトなどの色とりどりの野菜を含めると、食事が視覚的に魅力的になるだけでなく、様々な栄養素も得られます。それらもリストに追加します。ブロッコリーやカリフラワーのような油中の野菜を忘れないでください。食物繊維が豊富で、多くの健康上の利点があります。ブロッコリーやカリフラワーのような油中の野菜は確かに栄養価の高い選択肢です。買い物リストにも必ず入れておきます。最後に、じゃがいもやさつまいもなどの根菜を購入することを検討してください。用途が広く、ボリュームがあり、様々な方法で調理できます。じゃがいもやさつまいもなどの根菜は、食事に多様性と内容を加えるのに最適です。必ず取りに行くよ。素晴らしい、食料品の買い物に様々な野菜を入れることで、栄養価が高く風味豊かな食事を作ることができます。アンナ、これ以上同意できない。色とりどりで栄養価の高い野菜がいっぱい入った品揃えの豊富なカートへ。教訓に、どうすれば環境に良い影響を与えることができるか。アンナ、どうすれば環境に良い影響を与えることができるかずっと考えていました。リサイクルを考えたことはありますか？絶対に、リサイクルすることで、廃棄物をゴミ箱に分け、適切に処理することができます。それは嬉しいですね。二酸化炭素排出量を削減し、持続可能性を促進するためのシンプルで効果的な方法です。間違いなく、リサイクルすることで、貴重な資源を節約し、埋め立て地に送られる廃棄物の量を最小限に抑えることができます。アップサイクリングの概念についても聞いたことがあります。リサイクルのようなものですが、クリエイティブなひねりが加えられています。私はアップサイクリングが大好きです。古いアイテムや捨てられたアイテムを新しくて便利なものに変えることが全てです。ゴミ箱に捨てられてしまうようなオブジェクトに新しい命を吹き込む素晴らしい方法です。さらに、アップサイクリングによって創造性を発揮し、生活空間に個性を加えることができます。完全に同意します。ありふれたものをユニークで機能的な作品に変えることができて満足感があります。そして一番の魅力は、アップサイクリングを一緒に行うのが楽しく魅力的なアクティビティになることです。絶対に、ちょっとした DIY プロジェクトに変えて、途中で笑うこともできます。誰が知っている、もしかしたら、クラフトやデザインの隠れた才能を発見できるかもしれない。私たちがアップサイクルした作品を誇らしげに展示し、それぞれの作品の背後にあるストーリーを語っているのをもう見ることができます。きっと会話のきっかけになるでしょう。私たちは、他の人たちが無駄についてより意識を持ち、自分自身が創造的になるように促すことができます。それがスピリットだ、アナ。リサイクルとアップサイクリングを日常生活の一部として取り入れ、環境にプラスの影響を与えましょう。
絶対に、ジョン。力を合わせれば、削減、再利用、リサイクルが可能になり、より環境に優しく、より持続可能な未来を実現できます。レッスン3、別の世界に逃げてリラックスする方法。アンナ、最近ストレスが溜まっています。別の世界に逃げてリラックスさせる方法について何か提案はありますか？ジョン、あなたがリラックスする方法を探しているのは素晴らしいことです。私がしていることの一つは、フィクションの読書はいい本をアイディアの読むことです。ように思えます。日常の悩みを忘れて、いつもと違う話に没頭する方法です。まさに、様々な場所に連れて行き、キャラクターを通して新しい冒険を体験することができます。最近フィクションをあまり読んでいない。おすすめの本はありますか？まあ、それはあなたの好み次第です。ファンタジーが好きなら、魅惑的なファンタジー小説をいくつか提案するよ。それは興味をそそられます。私はファンタジーのジャンルを探求する気がある。どんな本がおすすめですか？人気のファンタジーシリーズの一つは、J.K. ローリングのハリー・ポッターです。魔法と友情、そしてエキサイティングな冒険が詰まっています。ハリー・ポッターは聞いたことがありますが、本は読んだことはありません。そろそろ試してみる時期かもしれません。楽しんでいただけると思うよ。ジョン彼らにはあらゆる年齢層の読者を魅了する方法があります。絶対にやってみます。他におすすめのジャンルや作家はありますか？サイエンスフィクションに興味があるなら、アイザック・アシモフやフィリップ・ケイディックの作品を楽しむかもしれません。サイエンスフィクションも興味をそそられます。それらの著者を調べて、どの本が私の興味を引くのか見てみよ素晴らしい。覚えておいてください。重要なのは、あなたを別の世界に連れて行き、リラックスするのに役立つ本を見う。アつけるンナ、ことです。本を推薦してくれてありがとう。魅惑的な物語に飛び込んで、リラックスできる瞬間を見つけることができてワクワクしています。どういたしまして、ジョンボンの世界で慰めと楽しみを見つけていただければ幸いです。文学を通して新しい領域を発見し、平和と静けさの瞬間を見つけることです。レッスン4、このような状況にどう対処するか。アンナ、重要なプレゼンテーションが間近に迫っていて、少し緊張しています。このような状況にどう対処していますか？こっちも同じだ。ジョン。プレゼンテーションの前に緊張するのは普通のことだ。準備を整え、自分の能力に自信を持つことが助けになると思います。それを聞いて心強いです。プレゼンテーションの準備はどうやってするの？まず、トピックを十分に理解し、必要な情報をすべて収集するようにします。それは理にかなっています。自信を持って納品するには、主題をしっかりと理解することが不可欠です。絶対に。次に、自分の考えを整理し、プレゼンテーションの明確な概要や構造を作成します。適切に構成されたプレゼンテーションを行うと、情報を効果的に伝えるのに役立ちます。配信を改善するためのヒントはありますか？練習が鍵だ。ジョン。内容になれ、内容を改善するために、プレゼンテーションを何度もリハーサルします。ですから、練習することで自信がつき、緊張が軽減されます。はい、その通りです。これにより、潜在的な疑問や課題を予測し、適切な対応に備えることができます。それは良い点です。カーブボールが発生する可能性に備えておくと、プレゼンテーション中の落ち着きを保つのに役立ちます。
さらに、ポジティブなマインドセットを保ち、自分の強みと能力を思い出すようにしています。ポジティブなセルフトークと自分の強みに集中することは、間違いなく自信を高めることができます。他に何か提案はありますか？ボディーランゲージに注意しろ。ジョン背を高くしてアイコンタクトを取り、ジェスチャーを使って聴衆を引きつけましょう。ボディランゲージは効果的なコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。プレゼンテーションではそのことを心に留めておきます。最後に、深呼吸をして落ち着いてください。視聴者はあなたの成功を望んでいることを忘れないでください。アンナ、貴重なアドバイスをありがとう。これで準備が整い、自信がつきました。どういたしまして、ジョン。ただ、自分自身と自分の能力を信じることを忘れないで。これ持ってるね。準備を整え、自信を持って、プレゼンテーションを成功させることが重要です。教訓後、調和の取れた環境を維持するためのヒントはありますか？アンナ、共有スペースでの生活は時々難しいことがあります。調和の取れた環境を維持するためのヒントはありますか？絶対に、ジョン。重要なヒントの一つは、共有スペースでは他の人とそのニーズに配慮することです。思いやりを持つことは不可欠です。ルームメイトへの思いやりを示す具体的な方法にはどのようなものがありますか？一つのヒントは、キッチンやリビングルームなどの共有エリアで自分の後に片付けることです。それは良い点です。自分たちで片付けをすることで、共有スペースがきれいになり、みんなが快適に過ごせるようになります。まさに、私たちの行動は、共有スペースでの他の人の体験に影響を与える可能性があることを覚えておくことが調和重を保つ要です。ために気をつけるべきことは他にありますか？コミュニケーションが鍵だ。ジョン。他の人の懸念に耳を傾け、発生した問題に対処することが重要です。オープンで敬意を払ったコミュニケーションは、誤解を防ぎ、紛争を効果的に解決するのに役立ちます。間違いなく、積極的に耳を傾け、冷静に自分自身を表現することで、前向きで協力的な環境を育むことができます。それは建設的なアプローチのように思えます。他に心に留めておくべきことはありますか？騒音レベルに注意することは非常に重要です。私たちは平和と静けさを求める他の人々のニーズに確かに、配慮すべ過度のきです。騒音は他人の睡眠や集中力を妨げる可能性があります。音量には気をつけないといけません。絶対に、自分の行動が他の人に与える影響を意識することで、より調和の取れた生活環境を作り出すことができこれらます。のヒントを共有してくれてありがとう、アンナ。共有スペースでは、思いやりとマインドフルになるようにしています。どういたしまして、ジョン。喜んでお手伝いします。調和の取れた敬意のある生活環境を目指して、一緒に努力しましょう。共有スペースに平和で協力的な雰囲気を作り出すことを目指しています。レッスン6、家で絵を描いたり、アートを作ったりしたことはありますか？アンナ、家で絵を描いたりアートを作ったりしたことはありますか？やってみようと思っていました。ええ、ジョン。私は前に絵を描いたことがある。楽しくてやりがいのあるクリエイティブな手段になり得ます。それは面白い。どんな絵を描くのが好きですか？特定の技法やスタイルはありますか？いろいろなスタイルを試すのが好きだよ、ジョン。時々、現実的な風景を試したり、抽象芸術を探求したりします。あなたは多面的なアプローチをしているようですね。絵を描くのが初めての人に何かアドバイスはありますか？
基本から始めろ。ジョン初心者向けの画材を用意して、簡単なエクササイズでブラシコントロールとカラーミキシングを練習しましょう。それは良い出発点です。必ず必要な資料を集めて基礎を練習します。間違えることを恐れないで、ジョン。絵を描くことは、その過程を楽しみ、自分を表現することです。それを聞いて心強いです。完璧を達成することよりも、旅の方が重要だということを心に留めておきます。まさに、創造性を発揮させて、最終結果についてあまり心配しないでください。私のような初心者におすすめのリソースやチュートリアルはありますか？ジョン、たくさんのオンラインチュートリアルとビデオがあります。様々なペイント技法やスタイルのステップバイステップガイドを見つけることができます。それは役に立ちます。芸術の旅を始めるにあたり、インスピレーションとガイダンスを得るために、いくつかのチュートリアルを見てみましょう。素晴らしい。最も重要なことは、アートを作るプロセスを楽しんで楽しむことだということを忘れないでください。アドバイスありがとう、アンナ。絵を描いてみて、それが私をどこへ連れて行くのか見てみることができてワクワクしています。どういたしまして、ジョンきっと新しい自己表現の形を発見し、作品を作ることに喜びを感じるでしょう。私たちのクリエイティブな側面を取り入れ、絵画の世界を探求しましょレッスン7、この街で素晴らしい滞在をするためのおすすめはありますか？う。アンナ、来月ロンドンへの旅行を計画しています。この街で素敵な滞在をするためのおすすめはありますか？絶対に、ジョン。ロンドンには見どころがたくさんあります。必見のアトラクションの一つは大英博物館です。大英博物館は魅力的に聞こえます。なぜ必見なのでしょここには、数千年の人類の歴史にわたる世界中の芸術品や工芸品の豊富なコレクションが収められています。う？それは信じられないですね。ぜひ大英博物館を訪れ、その豊かな文化遺産に浸りたいと思います。もう一つの提案は、コベントガーデンの活気ある地区を探索することです。ストリートパフォーマー、ショップ、飲食店が立ち並ぶことで知られています。コベントガーデンは活気に満ちたエキサイティングな場所のようです。必ずそこで時間を過ごして雰囲気に浸ります。歴史に興味があるなら、ロンドン島は一見の価値があります。中世の城を探索したり、王冠の宝石を見たりすることができます。ロンドン島はまるで歴史の宝庫のようです。それを旅程に追加して、イギリスの過去についてもっと学ぼうと思います。最後に、テムズ川沿いを散歩する機会をお見逃しなく。タワーブリッジやロンドンアイなどの象徴的なランドマークの美しい景色を楽しむことができます。テムズ川沿いを歩くと、街の美しさに浸る穏やかな方法のように思えます。必ず計画に含めておきます。素晴らしい、ジョン。きっとロンドンを探検して素晴らしい時間を過ごせると思います。さらにサポートが必要な場合はお知らせください。ありがとう、アンナ。あなたの推薦に感謝します。さらに質問があれば必ず連絡します。ロンドンでの思い出に残る滞在を楽しみにしています。どういたしまして、ジョン活気に満ちたロンドンの街で旅を楽しみ、心に残る思い出を作りましょう。レッスン8、街の新しい本屋をいつ見に行きたいですか？アンナ、何の制限もなく店に入ることができたのは久しぶりです。街の新しい本屋をいつ見に行きたいの？
いい考えだね。ジョン、今週の土曜日の午後、行ってみませんか？その時は大抵それほど混んでいない。土曜日の午後は私にとってはうまくいきます。新しい書店を探検して、どんなものがあるのか楽しみです。私も、ジョン、いろいろなジャンルの本を幅広く取り揃えていると聞きました。それは完璧に聞こえます。ずっと読書リストを増やしたいと思っていたので、これは絶好の機会です。紙の本を閲覧したり、新しい本を見つけたりするのはいつも新鮮です。さらに、地元の書店を支援することも重要です。絶対に、アンナ。地元の書店は地域社会に魅力をもたらします。私たちがその成功に貢献できて嬉しいです。また、書店内のカフェでコーヒーを飲み、本や会話に浸りながら時間を過ごすこともできます。それは楽しそうですね。居心地の良い雰囲気、美味しい本、そして一杯のコーヒーが完璧な午後を過ごすのにぴったりです。これ以上は同意できないわ。ジョン、土曜日の本屋での冒険を楽しみにしています。私も、アナ。気分転換にもなるし、本への愛にふけるチャンスにもなる。新しいストーリーを探求し、本屋をブラウズするだけのシンプルな楽しみを楽しみましょう。レッスン9、効果的な目標設定のためのヒントはありますか？アンナ、最近、自分の個人的な目標を設定しています。一度達成すると、とてもやりがいのある気持ちになります。効果的な目標設定のコツはありますか？絶対に、ジョン。優れた戦略の一つは、目標を具体的かつ測定可能なものにすることです。これにより、進捗状況を追跡し、モチベーシそれョンを維は素晴らしい持できます。ヒントです、アンナ。特定の目標を持つことで、取り組むべき明確な目標を立てることができます。他に何か提案はありますか？ジョン、目標をより小さく、実行可能なステップに分けてください。これにより、管理しやすくなり、集中力を保つのに役目立ちます。標を小さなステップに分解することは、実践的なアプローチのように思えます。圧倒的な感情を抑え、着実な進歩を可能にします。さらに、現実的で達成可能な目標を設定することも重要です。設定するときは、リソース、時間、能力を考慮してください。現実的な目標を設定することで、目標が達成可能になり、成功する可能性が高まります。そのことを心に留めておくよ、アナ。もう一つのヒントは、目標を書き留めて、どこかに見えるようにしておくことです。それは常に思い出させてくれ、責任を果たすのに役目立ちます。標を書き留めて分かりやすくすることで、モチベーションを維持し、目標の達成に向けて積極的に取り組むことができます。最後に、ジョン、これまでの進歩を祝ってください。マイルストーンに到達するたびに、自分を認め、ご褒美をあげましょう。それによって勢いが保たれます。マイルストーンを祝うことは、これまでの努力と進歩を認める素晴らしい方法です。続けたいというモチベーションがさらに高まります。絶対に、ジョン。目標設定は旅であり、そのプロセスを楽しむことは目的地に到達することと同じくらい重要であることを忘れないでくだアンナ、さい。これらの貴重なヒントをありがとう。私はインスピレーションを得て、より明確なビジョンを持って目標を設定する準備ができていると感じています。どういたしまして、ジョン、手伝えてよかった。目標に向かって頑張ってください。旅を楽しむことを忘れないでください。意味のある目標を立て、行動を起こし、進歩の喜びを受け入れることです。レッスン10、次の旅行で様々な航空会社とその料金を比較してきました。アンナ、次の旅行のさまざまな航空会社とその料金を比較してきました。
このトピックについて以前にリサーチをしたことはありますか？はい、ジョン。航空会社の料金に関しては、価格を比較し、手荷物許容量やフライトの柔軟性などの他の要素を考慮することが重要です。それはいい点だ、アナ。価格は間違いなく重要な要素ですが、全体的な価値と利便性も考慮することが重要です。絶対に。無料の手荷物やより柔軟な予約オプションなどの追加特典が含まれている場合は、少し高い運賃でも価値がある場合があります。私も同感です。費用とメリットを比較検討し、優先事項とニーズに合った航空会社を選ぶことが重要です。さらに、他の旅行者からのレビューやフィードバックを読むことで、サービスの質や顧客体験についての洞察を得ることができます。それは賢いアプローチだよ。アンナ。他の人の経験から学ぶことは、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、潜在的な問題を回避するのに役立ちます。また、検討している航空会社で利用できる継続的なプロモーションや割引があるかどうかも確認する価値があります。プロモーションや割引を利用することで、快適な旅行体験を楽しみながらお金を節約できます。最後に、事前に予約したり、旅行日を柔軟に設定したりすると、お得な料金で運賃が安くなる場合があります。旅行日を柔軟に設定することで、選択肢が広がり、よりお得な料金を見つけるのに役立つ可能性があります。そのことを心に留めておくよ、アンナ。素晴らしい、ジョン。少し調べて検討すれば、旅行に最適な航空会社と料金が見つかるはずです。ありがとう、アンナ。あなたの洞察は役に立ちました。引き続き航空会社を比較し、情報に基づいた決定を下します。どういたしまして、ジョンをお手伝いできてよかったです。航空会社検索で頑張ってください。お得な情報が見つかるといいですね。手頃な価格、利便性、品質を兼ね備えた最適な航空会社を見つけましょレッスン11、自分のスキルと経験をより効果的に伝えることに取り組んできた。う。アンナ、私は自分のスキルと経験をより効果的に伝えることに取り組んできました。時には難しいこともあります。その方法について何かアドバイスはありますか？絶対に、ジョン。自分のスキルや経験をアピールするときは、明確かつ簡潔にすることが重要です。自分の強みを強調する重要なポイントに焦点を当てましょう。明確で簡潔であることは理にかなっています、アンナ。リスナーを圧倒することなく、自分の能力を伝えるのに役立ちます。他に何か提案はありますか？ジョン、自信を持って前向きに自分のスキルと経験を説明する練習をしてください。そうすることで、それらについて話し合う際の自信を高めること自分のができます。スキルや経験をどのように伝えるかを練習することで、自信を持って会話できるようになります。やってみるよ、アンナ。もう一つのヒントは、自分のスキルを証明する具体的な例や実績を提供することです。これにより、主張がより具体的で信頼できるものになります。具体的な例や実績を含めると、私の発言に信憑性が加わります。私の技能の実際的な応用を他の人に理解してもらうのに役立ちます。アンナさん、提案ありがとうございます。交渉は確かに怖いものだ。ジョン。彼らにアプローチする一つの方法は、事前に徹底的なリサーチをすることです。自社の価値と市場基準を理解しましょう。市場基準を調査し、自分の価値を知ることで、交渉においてより強い立場に立つことができます。ちゃんと準備しておきますよ、アナ。さらに、交渉中は積極的に耳を傾ける練習をしてください。
相手の視点を理解することで、お互いに有益な解決策を見つけることができます。積極的に耳を傾けることは交渉の鍵です。これにより、相手のニーズや懸念を理解することができ、より効果的なコラボレーションにつながります。そのことは心に留めておくよ、アナ。最後に、欲しいものを尋ねることを恐れないでください、ジョン。自分のニーズや期待を伝える際には、断定的でありながら敬意を払ってください。自己主張と敬意を持って欲しいものを尋ねることは重要です。それは、前向きで協力的な姿勢を保ちながら、自分自身を擁護することです。アンナさん、アドバイスありがとうございます。どういたしまして、ジョン。何かガイダンスを提供できて嬉しいよ。練習と準備は自分のスキルを効果的に表現し、交渉を進めるのに大いに役立つことを覚えておいてください。強力なコミュニケーションスキルを身につけ、自分の能力を発揮する自信をつけ、交渉を成功に導くことが大切です。レッスン12、私たちの旅行のために私たちの宿泊施設を予約しましたか？アンナ、私たちの旅行のために私たちの宿泊施設を予約しましたか？まだだジョン。おしゃれなホテルか居心地の良い Airbnb か、まだ議論中です。贅沢と快適さの間の永遠の闘争。何が決断を難しくしているのでしょうか？まあ、おしゃれなホテルは豪華な設備と素晴らしい景色を提供していますが、居心地の良い Airbnb はより家庭的な雰囲気を与えてくれます。ジレンマがわかります。ホテルは夢のような休暇のようですが、Airbnb にはその個人的なタッチがあります。まさに。さらに、Airbnb を使えば、専用のキッチンとリビングスペースを持つことができ、とても便利です。それは良い点です。自分で食事を作ったり、家にいるような環境でリラックスしたりすることで、いくらかお金を節約できます。一方、ホテルは私たちに贅沢で贅沢な気分を味わわせてくれます。それは私たちの旅行にとって特別なご褒美になるかもしれません。確かに王族のように扱われ、すべてのアメニティをすぐに利用できることには魔法のようなものがあります。しかし、繰り返しになりますが、Airbnb はより本格的な体験を提供し、地元の文化に浸ることができるかもしれません。あなたの言う通りだ。地元の人々と交流したり、ホストがおすすめする隠れた名所を発見したりする機会を与えてくれるかもしれません。難しい決断だね、ジョン。長所と短所を比較検討して、どちらのオプションが旅行の目標に合っているかを見極める必要があると思います。同意した。少し時間をかけてよく考えて、この旅行で私たちにとって最も重要なことを考えてみましょう。計画みたいだね、ジョン。私たちのニーズに合った忘れられない旅になる完璧な宿泊施設を見つけるでしょう。おしゃれなホテルでも、居心地の良い Airbnb でも、きっと一緒に素晴らしい時間を過ごせると思います、アンナ。思い出深いものにしましょう。絶対に、ジョン。本当に重要なのは宿泊施設だけではありません。私たちが一緒に作り上げる体験です。この旅を本のためになるようなものにしましょう。教訓13、集中力を維持することは非常に難しい。アンナ、集中し続けるのはかなり難しいかもしれません。絶え間ない戦いのように感じますよね。絶対に、ジョン。私たちの周りには気を散らすものがたくさんあるので、集中力を維持するには意図的な努力と規律が必要です。通知、ソーシャルメディア、その他の妨害に惑わされがちです。しかし、この課題は克服できると私は信じています。その通りだ、ジョン。一つの戦略は、気を散らすものを最小限に抑え、集中力を保つのに役立つ指定されたワークスペースを作ることです。専用のワークスペースを持つことは、
集中しやすい環境を作るのに確かに役立ちます。それに応じて自分の設定を行います。もう一つのアプローチは、タスクを小さく管理しやすい単位に分割することです。これにより、圧倒されずに集中しやすくなります。タスクを小さな部分に分割することは、集中力を維持するための実用的な方法のように思えます。これにより、段階的に取り組むことができます。明確な目標を設定し、タスクに優先順位をつけることも、集中力を高めることができます。何をどのような順序で行う必要があるかを知ることで、明確な目標を設定し、進むこ優とができ先順位をます。設定することで、方向性が分かり、集中力を維持しやすくなります。これは必ず実行するようにします。また、通知をオフにしたり、できる限り静かな環境を見つけたりするなど、不必要な注意散漫を排除することも有益です。通知を無効にし、静かな場所を見つけることで気を散らすものを最小限に抑えることで、より集中的で生産的な雰囲気を作り出すことができます。最後に、短い休憩をとり、マインドフルネスやリラクゼーションのテクニックを実践することで、集中力を取り戻し、燃え尽き症候群を防ぐ定期ことが的に休できます。憩をとり、マインドフルネスのエクササイズをルーチンに取り入れることで、精神的な明晰さを保ち、集中力を維持するのに役立ちます。そのことを心に留めておくよ、アンナ。ジョン、集中し続けることは継続的な努力であることを忘れないでください。これらの戦略を実行し、継続して取り組むことで、そこから生じる注意散漫を克服すありがとう、ることがでアンナ。きます。あなたの洞察と提案は貴重です。気を散らす要因を克服し、集中的な考え方を育むことを決意しています。どういたしまして、ジョン。私はあなたが集中力を保ち、目標を達成する能力を信じています。気を散らすものを克服し、集中したマインドセットを取り入れることが大切です。レッスン14、エキゾチックなインド料理レストランに行ったことはありますか？アンナ、エキゾチックなインド料理レストランに行ったことはありますか？新しい味を試してみたいです。はい、ジョン。私の家の近くに美味しい本格的な料理を提供する小さなインド料理レストランがあります。とてもおすすめです。それは興味をそそられます、アンナ。そこで食べた料理にはどんなものがありますか？私は新しい味を探求したいと思っています。私のお気に入りの一つはバターチキンです。トマトベースの濃厚なソースに柔らかい鶏肉が入ったクリーミーで風味豊かな一品です。バターチキンは美味しそう。濃厚でクリーミーな味の料理が好きです。絶対食べてみます。ジョン、ビリヤニも食べてみるといいよ。香ばしいスパイス、肉、時には野菜を入れて炊いた香ばしいご飯です。ビリヤニは風味豊かで香り高いチョイスみたいですね。私はいつもいろんな米料理を試してみたいと思っています。リストに追加するよ。試してみる価値のあるもう一つの料理はサモサです。スパイスの効いたポテト、エンドウ豆、そして時には肉やレンズ豆を詰めたサクサクのペストリーです。サモサは美味しい前菜のようですね。クリスピースナックが大好きです。特に風味豊かな食材がたっぷり入っているときは特にそうです。それにナンパンも忘れないでね。ジョン。柔らかくふわふわのインドパンで、カレーとの相性も抜群で、そのままでも楽しめます。ナンパンは多用途の伴奏のように聞こえます。私が試した料理に合うように、必ずいくつか注文します。素晴らしい、ジョン。インド料理の味を探求できるのを楽しみにしています。きっとこの体験を楽しんでいただけると思います。ありがとう、アンナ。あなたの推薦は私の好奇心をかきたてました。
これらのエキゾチックなインド料理を試すのを楽しみにしています。どういたしまして、ジョン素晴らしい料理の冒険ができることを願っています。新しい味を発見し、インド料理の美味しさを楽しんでください。レッスン15、ロサンゼルスに行ってみませんか？アンナ、考えてたんだが、サンフランシスコを訪れた後、ロサンゼルスに行ってみたらどうだい？そこには見るべきものやすることがたくさんあります。素晴らしいアイディアだね。ジョン・ロサンゼルスには、美しいビーチからハリウッドサインのような象徴的なランドマークまで、様々なアトラクションがあります。ハリウッドのサインを間近で見たいといつも思っていました。エンターテインメント業界の象徴的なシンボルです。ぜひ旅程に含めましょ間違いない、ジョン。有名なサンタモニカピアを探索して、ビーチサイドの雰囲気を楽しむこともできます。パシフィックパークにはエキサイティングな乗り物やゲームがあります。う。サンタモニカピアは、時間を過ごすのに楽しい場所のようですね。活気に満ちた雰囲気を体験し、乗り物を試すのを楽しみにしています。もう一つの必見スポットはグリフィス天文台です。街と夜空の素晴らしい景色を眺めることができます。さらに、ハリウッドヒルズを垣間見ることもできます。グリフィス天文台は、ロサンゼルスの美しさを上空から眺めるのに最適な場所のようです。街並みや星を見るのが待ちきれません。また、ハリウッドやビバリーヒルズなど、ロサンゼルスの活気ある地区も探索する必要があります。ユニークな魅力があり、ショッピングや食事の選択肢もたくさんあります。ロサンゼルスの近所を探索すると、街の多様な文化とライフスタイルを味わうことができます。新しいお店を見つけたり、いろんな料理を試したりするのが楽しみです。そして、世界的に有名なユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを忘れないでください。映画の魔法を直接体験できる没入型のテーマパークです。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドを訪れることは素晴らしい経験になるでしょう。スリル満点の乗り物に乗って映画のセットを探検したいと思っています。映画の世界に足を踏み入れるようなものです。ワクワクするような計画があるようだ。ジョン・サンフランシスコ、そしてロサンゼルス。冒険、象徴的な名所、そして思い出に残る体験に満ちた旅になるでしょう。アンナ、これ以上同意できない。あなたと一緒にこの旅に出るのが待ちきれません。素晴らしい瞬間と忘れられない思い出がいっぱいの次回の旅へ。教訓16、私たちが引き受ける新しい課題は必ず強調すべきである。アンナ、仕事で別の責任を与えられたみたいだね。私たちが引き受ける新しいタスクは必ず強調すべきです。その通りだ。ジョン。コミュニケーションをとり、スーパーバイザーが私たちが負担している余分な作業量を認識していることを確認することが重要です。新しいタスクを強調することで、私たちのコミットメントを示し、より多くの責任を引き受ける意思があることを示すことができます。また、作業負荷の増加によって発生する可能性のある潜在的な課題や調整について話し合う良い機会でもあります。まさに、アナ、課題についてオープンにコミュニケーションを取ることで、一緒に解決策を見つけ、追加の責任を効果的に処理できるようになります。さらに、新しいタスクを強調することで、組織内の新しいプロジェクトや役割に適応し、引き受ける能力を示すことができます。新しいプロジェクトに取り組む私たちの適応能力と意欲を強調することは、
私たちのキャリアにおけるさらなる成長と進歩への扉を開くことができます。私たちが引き受けた追加の責任と達成した成果を把握しておくことは重要です。これは、業績評価やキャリアアップについて話し合う際に、自分の貢献を示すのに役立ちます。私たちの成果と新しい仕事の影響を記録しておくことは、私たちの成長と組織にとっての価値の具体的な証拠となります。最後に、仕事の質を損なうことなく追加の作業負荷を処理できるように、整理された状態を保ち、時間を効果的に管理することを忘れないでください。責任が増えても生産性を維持し、質の高い成果を上げるには、時間管理と組織化が重要です。時間の優先順位を決め、賢く管理するようにします。素晴らしい考え方だね。ジョン、新しいタスクを効果的に強調して管理することで、自分の能力をアピールし、追加の責任を自信を持って処理することができます。ありがとう、アンナ。あなたの洞察は貴重です。私はこれらの新しい責任を引き受け、それらがもたらす機会を最大限に活用する準備ができています。どういたしまして、ジョン君が追加の仕事量をうまく管理できるのは間違いない。新しいタスクを受け入れ、私たちの役割で成功を収めることが大切です。第17課、ここで朝食を何時に出すか知っていますか？アンナ、ここで朝食を何時に出すか知ってる？はい、ジョン。朝食は午前7時から午前10時まで提供されているので、美味しい食事で一日を始めるのにちょうどいい時間帯です。それは便利です。アクティビティを始める前に、ゆっくり朝食をとる時間はたっぷりあります。間違いなく。これからの一日のエネルギーを補給するために、ボリュームたっぷりの朝食を食べるのはいつでもいいことです。私も同感です。朝食は朝を元気に始めるのに必要なエネルギーを与えてくれる大切な食事です。さらに、私たちが滞在している場所で提供されている朝食の名物を試す絶好の機会です。朝食のオプションを探したり、地元の珍味を試したりするのを楽しみにしています。私も、ジョン、いろいろな味を味わったり、郷土料理を味わったりするのはいつも面白いです。また、朝食は午前10時まで提供されるため、急ぐ必要がなく、リラックスしたペースで食事を楽しむことができます。それこそが、たっぷりとした朝食をとることの魅力です。料理を味わい、時間をかけて朝の雰囲気を楽しむことができます。絶対に、アンナ。のんびりとした朝食は、その日の残りの時間をポジティブな雰囲気にしてくれます。また、美味しい食事を楽しみながら、会話をしたり、その日の予定を計画したりする絶好の機会でもあります。これ以上は同意できませんでした。朝食の会話は、私たちがその日の予定をつなげて足並みを揃える素晴らしい方法です。それでは、朝食時間を最大限に活用して、満足のいく食事で一日を始めましょう。賛成だよ、アンナ。これからの冒険に活力を与えてくれる美味しい朝食で腸を始めることにしよう。レッスン18、私たちはあなたの滞在を楽しくするためにここにいます。こんばんは。今日は何かお手伝いできますか？私たちはあなたの滞在を楽しくするためにここにいます。こんにちは。具体的に何か助けが必要なことはありますか？私たちはできる限りの方法で喜んでお手伝いします。地元の観光スポットの情報を提供する場合でも、近くのレストランをおすすめする場合でも、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご滞在中に楽しい体験をしていただきたいと考えています。
お客様の滞在をより楽しいものにするために何かできることがありましたら、遠慮なくお知らせください。私たちは優れたサービスを提供し、お客様のすべてのニーズが満たされるようにすることに専念しています。お客様の満足が当社の最優先事項です。交通手段の手配やイベントのチケットの予約など、具体的にお探しのものがありましたら、お知らせください。これらの手配を喜んでお手伝いします。私たちはこの地域に精通しており、あなたの興味に合ったアクティビティを提案することができます。観光、アウトドアアドベンチャー、文化体験のいずれに興味がある場合でも、おすすめ情報を提供できます。また、特別なご要望がある場合や宿泊施設が必要な場合は、お知らせください。お客様のニーズにお依頼できるよう最善を尽くします。私たちの目標は、お客様の期待を上回り、思い出に残る滞在を作ることです。お客様の快適さと幸せは私たちにとって重要です。お客様を支援し、ポジティブな体験に貢献する機会を与えてくれたことに感謝しています。お客様の滞在が楽しいものになるようお手伝いできることを当ホ光栄にテルをご利用思います。いただきありがとうございます。他に何か必要なものがあれば、遠慮なく連絡してください。私たちはあなたのここでの時間をできるだけ楽しいものにするためにここにいます。レッスン19、ホテルにシャンプーがあるのに気づきました。アンナ、ホテルでシャンプーが提供されているのに気づきましたが、コンディショナーはどうですか？はい、ジョン。ホテルはシャンプーと一緒にコンディショナーも用意する必要があります。どちらを使っても髪に栄養と柔らかさを保つことができます。それは知っておくと良いことです。髪の健康と扱いやすさを保つために、コンディショナーを使うのが好きです。ホテルにシャンプーとコンディショナーの両方が用意されていると便利なので、自分で持参する必要はありません。持ち物といえば、薬はどうでしょうか？特定のものを持ち歩くべきですか？特に特定の健康状態がある場合は、滞在中に必要になる可能性のある必須医薬品を携帯することをお勧めします。それは理にかなっています。すぐに手に入るように、必要な薬を必ず詰めておきます。万が一の場合に備えて、バンドエイド、消毒軟膏、鎮痛剤などの基本的な備品が入った小さな応急処置キットを携帯することもお勧めします。それは賢い提案だよ。あんな救急箱を手元に用意しておくと、軽症や予期しない状況に役立ちます。絶対に、ジョン。たとえ必要でなくても、準備を整えて必需品は持っておいた方がいいです。アドバイスに感謝します。不測の事態に備えて、必ず薬と基本的な応急処置キットを用意しておきます。それは責任あるアプローチだ。ジョン。特に旅行中は、健康管理と準備が大切です。ありがとう、アンナ。あなたの指導は貴重です。快適で安全な滞在に必要なものがすべて揃っているので、自信を持って荷造りできるようになりました。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。素晴らしい旅を。他にご不明な点がある場合や、さらにサポートが必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。レッスン20、今日は天気が良い。アンナ、今日は天気がいいです。何か楽しいことをするには絶好のタイミングだ。同意するよ。ジョン。地元の映画館に行って映画を見るのはどう？それは素晴らしいアイディアのようだね、アンナ。どの映画館を思い浮かべますか？ここから数ブロックのところに映画館がある。便利な場所で、映画の品揃えも豊富です。それは私にとってはうまくいきます。どんなジャンルの映画が好きですか？
私は様々なジャンルに心を開いています。ずっと見たいと思っていた映画はありますか？公開されたばかりの新しいアクション映画について良いことを聞いたことがあります。スリリングな選択になるかもしれません。アクションはエキサイティングですね。上映時間を確認して、スケジュールに合っているかどうか見てみましょう。間違いなく、映画館にいる間にポップコーンやスナックを食べることも検討すべきです。絶対に。それは映画体験の一部です。映画の間に美味しいお菓子を用意して楽しんでもらうよ。完璧に聞こえるよ、アナ。映画館でリラックスして映画の世界に浸るのを楽しみにしています。日常から離れ、リラックスできる素敵な機会になるでしょう。映画館に行くことに決めてよかったです。私も、アナ。いい映画を大画面で見て、しばらくの間別の世界に逃げるのはいつも楽しいです。この絶好の時間を最大限に活用して、地元の映画館に向かい、楽しく思い出に残る体験をしましょう。アンナ、これ以上同意できない。映画を見て、シルバースクリーンでストーリーテリングの魔法を楽しんで、素敵な時間を過ごしましょう。